こんにちは。今回は、以前こちらの動画で紹介していた仕様変更の他にもまだひっそり変更点が見つかったため、お伝えしていこうと思います。それでは行きます。Now loading。それでは、早速、変更点その1ですが、中央にあるコンソールのカップホルダー周りを見てみると、なんと、ドリンクの容器の揺れを抑制するための可動式の突起がついていました。こちらは仕様変更前のカップホルダーになりますが、突起はついていませんでしたね。また以前、この場所にスマホを入れてみたんですけれども、ご覧の通り、すっぽり入るんですよね。それで、もう一回先ほどの突起を確認してみると、なんと一つのドリンクホルダーに、この突起3つではなく、2つついてるんですよね。通常3つ突起があった方がドリンク固定しやすくなるはずなのに、2つだけつけている理由としては、おそらく、このようにスマホを入れ込む際に、突起が当たってしまって入れづらくならないようにするためだと感じました。真上から確認してみるとこんな見た目になっていますね。スマホなどの縦長のものが、突起に当たらないような工夫がなされていることが伺えます。ただ正直なところ使っていて、グラグラするなといった感じがあったかというと、そんな感じはなかったんですよね。色々飲み物入れて試してみたんですけれども、まず、隙間が大きいということは間違いないですね。今わざと大げさに、空き缶を触ってみていますが、重量がないと、ドリンクが暴れ散らかすことは考えられそう。では、実際に、内径を測定してみたいと思います。だいたいカップホルダーの根元の直径が 70mm ぐらいあることがわかりますね。多少ばらつきはあるものの、60mm から 70mm だと考えると、良いのではないでしょうか。ちなみに上段の直径に関しては、およそ 80mm でしたね。この寸法だと大きいということが、ひとまず、わかりました。カップホルダーの深さについては、およそ 80mm でした。この缶の高さのおよそ半分ぐらいの深さであることがわかりました。ゆずレモンサイダーのペットボトルを入れてみたら、こんな感じになりますね。と入っても空の缶やペットボトル入れたとしても、ガタガタうるさいなと感じたことは一度もなかったですね。皆さんオーナーの中で、ドリンクが動いてうるさいと感じたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてほしいです。ちなみに先ほど、カップホルダーにスマホを入れた様子をお見せしましたが、この全長はおよそ 170mm でしたので、この大きさよりも長いスマホは、エクストレイルのカップホルダーには入らないことがわかります。リアのコンソールにもドリンクホルダーはついているので、念のため見てみました。相変わらず、ヒンジのロック解除するための紐がなかなか引けず、片手ではどうしても下げられなかったです。そんなことはさておき、こちらにもドリンク固定用の突起があるか見てみると、リア側のドリンクホルダーには、突起はついていませんでした。前につけて、後ろにつけないというのは、ちょっと気になりましたね。このドリンクホルダーの内径に差があるんですかね？ちなみに、こちらが仕様変更前のリアコンソールのドリンクホルダーです。何も変わっていないことがわかります。では続いて、二つ目の変更点を紹介します。以前にこちらの動画でも紹介はしていましたが、初めて生で、エクストレイルの HDMI 端子を見ることができました。しかも、リアコンソールの下側には、模様がついていて、ハニカム形状のテクスチャーと、4台の車種が連なってデザインされていますね。そして前側には、特に何もついていませんでした。先ほど紹介した4車種が何なのか、助手席側から詳細を見ていきましょう。まず、一番下側の車種は、エクストレイルであることがわかりますね。フロントフェイスを見れば、エクストレイルであることは間違いなしです。その上の3台もエクストレイルかと思いきや、世代違いのエクストレイルであることがわかりました。この一番上にいる車が、初代エクストレイルの T30 ですね。T30 といえば、どんなに汚しても大丈夫なゴリゴリの SUV で、今のエクストレイルでは考えられない仕様が多く詰まっていましたね。引き出し収納であったり、ラゲッジに丈夫で防水も考慮した板が標準でついていたり、インパネの中央に簡易冷蔵庫があったり、ステアリングがあらの方向にまで稼働させられたり、非常にユニークで、大人気の車種でしたね。続いて、その下にいる車は、T31 ですね。オペラガラス周りの形状から、T31 だということがわかります。そして、その下にいるのが、T32 のエクストレイルですね。T32 までは、汚しても大丈夫だと感じれる車のため、未だに T32 から T33 に乗り換えるのを渋ってる方も多い、ある意味人気の高い車種ですね。ホイール周りのボディのくびれが、特徴的ですよね。ということで、よりエクストレイルスピリットの感じられるデザインであることがわかりました。
それで少し話を戻すと、HDMI 端子ですが、実際に、差し込んで映像のチェックもしてみました。その映像は、後ほど紹介していきたいと思います。続いての仕様変更は、これは予想ですけれども、ボンネット形状を変更している可能性があります。よーく見てみると、ボンネットのこの辺りのくびれが大きくなっていて、ボディの隙間が若干広がってるんですね。少し遠目に見てみると、はっきりとわかるんじゃないんですかね。仕様変更前は、遠目の動画しかないので、少しわかりづらいかもしれませんが、あれほど隙間が広がってるようには見えなくて、実際に、私のエクストレイルでも確認してみましたが、すみません、同じような隙間になっていますね。車両の個体差だったのかもしれないですね。続いての変更内容は公式にも発表されていますが、アラウンドビューモニターが全グレードに標準装備され、インテリジェントルームミラーも、全グレードに標準装備されましたね。HDMI の新設も考慮すると、ナビゲーションのソフトウェアも大きく書き換わっていることが考えられます。はい、では、皆さんお待ちかねの HDMI で映像を出力した際の画面の様子を一緒に見ていきましょう。HDMI の映像ナビゲーション画面で確認するためには、ナビゲーションホームの左側に配置されたオーディオのボタンを押して、テレビや Bluetooth などのオーディオを選択する画面に遷移した後に、右に画面をスワイプしてみると、HDMI と書かれたボタンを見つけることができると思います。そうすると HDMI の映像を見ることができるようになります。まだこの状態では、HDMI 端子に何も差し込んでいない状態です。実際に、HDMI 端子を差し込んでみると、このように映像が表示されました。画面の両側に、黒い縁が大きく表示されていることがわかりますね。画面の設定に関しては、画面上部にある歯車のボタンを押してもらうと、画面の明るさ、コントラスト、黒レベルを調整することができますし、また先ほど気になっていた黒い縁も、画面のサイズ調整を行うことができますので、フルスクリーンモードにすれば、先ほどの黒い縁はなくなります。ただし、アスペクト比が変わって、少し横長になってしまうのが注意ポイントですね。私は、いつもエクストレイルでテレビをフルスクリーンモードで、停車中に見ているんですけれども、まあ、この程度の横長表示であれば、正直許容できてしまいますね。この HDMI の新設によって、当たり前ですが、HDMI のオーディオがエクストレイルと連動します。なので、ステレオ、というよりも、バイノーラルに車内の音響を楽しみながら、映像の視聴を楽しめるというわけですね。単純に音響環境どんな感じになるか、ディーラーなどで確認したい場合は、Bluetooth を用いて、YouTube の動画を流してみるのも手かもしれません。今回紹介した仕様では、BOSE製スピーカーがオプションで付けられていませんでしたが、私のおすすめとしては、一旦BOSE製のスピーカーをオプションで装着して、必要に応じて、カースピーカーの付け替えを行って、より上質な音響環境を構築することですね。BOSE製のスピーカーを一旦付ける理由としては、A ピラーにスピーカー用の穴がついていないので、A ピラーに自分で穴を開けることになってしまいます。結局のところ、私はゲームをしてみたいだけなので、ご視聴してくださってる方々と、HDMI の使い方が少し異なるかもしれませんが、せっかく今回、HDMI 端子が新設されたということで、皆さんと一緒に楽しみ方を共有していければと思っております。この仕様変更後にエクストレイルを購入なさった人は、どんな風に HDMI を活用しているか、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それではまた。